どうも、メイメイトチャンネルです。本日は、検証第2弾、ロットボールを相手に、コバルトドラグーンに一番合うビットを徹底検証してみた。このチャンネルは100回戦のデータとリスナーリクエストやアンケートをもとに、最強のベイブレードを追求していくチャンネルだ。最強カスタムを知りたいブレーダーはぜひチャンネル登録してくれ。今回の検証方法も前回同様、環境トップベイのロットボールに対し4種類のビットでそれぞれ25戦ずつ合計100回戦を行い、どのビットが一番多くのポイントを獲得できるのか忖度なしで検証していくぞ。なお、ラチェットについては260がバーストされやすかったので、今回は重量が高い560を採用し、重くすることでスピードを落として自滅対策をしつつ、弾くではなく吹き飛ばすアタックを意識してみたぞ。まずはサイクロンビット。前回の検証で一番成績が良かったビットだ。ラチェットを変えて再検証していくぞ。独特の渦形状で、左回転時はスタジアムへの食いつきが良くなり、高速攻撃を可能にするビットだ。形状からスタミナが低いと予想していたが、軸先が細いので、意外にもアタックビットの中では持久力が高い特徴があるぞ。25戦やってみた結果は、ロットボールは19ポイント、サイクロンビットは13ポイントという結果だった。次はポイントビット。ユナイトビットよりも攻撃と持久の動きにメリハリがあるビットだ。序盤はフラット形状を活かした高いスピードによる攻撃で、ダッシュを使わずにオーバーを狙っていくぞ。持久モードではスタミナが高くなる分、攻撃力は低い特徴がある。25戦やってみた結果は、ロットボールは21ポイント、ポイントビットは12ポイントという結果だった。続いてはギアポイント。ギアフラットのような攻撃力が欲しいが、暴れすぎないで欲しいという願いを叶えるビットだ。ドラグーンは弾くというよりダッシュ攻撃が強力なので、軸先までギア形状によってエクストリームダッシュの成功率を上げる作戦だ。先端の突起で適度にブレーキがかかり、自滅をある程度防ぐことができるぞ。25戦やってみた結果は、ロットボールは17ポイント、ギアポイントは16ポイントという結果だった。最後はテーパービット。先端がすぼまった形状で粘り強さがあり、今でも根強い人気のあるビットだ。以前の検証のフェニックステーパー対ロットボールでは、ほぼ互角の強さだったぞ。フラットよりもスピードを劣るが高いグリップ力による重たい攻撃が特徴だ。終盤での攻撃力は、ユナイトやポイントビットよりも高く、最後まで重たい攻撃を与え続けるぞ。ドラグーンはロットの体勢を崩すのが得意なので、テーパーによってスピン勝ちもあり得るのではと、密かに期待している。
際やってみた結果は、サイクロンビットは13ポイント、ポイントビットは12ポイント、ギアポイントは16ポイント、テーパービットは9ポイントという結果だった。前回の検証でのバーストの原因は、やはり260だったようで、突起の多い560のバースト回数は0回だった。とりあえず左回転ベイに260を採用するのはやめておこう。前回は弾き性能についてはそこまで高くないと評価したが、今回はダッシュが絡まないオーバーも多かったぞ。それでもバスターやフェニックスには及ばないが、動きがあるビットであれば十分な火力は期待できそうだ。ビットについては、サイクロンビットは前回の260との比較になるが、成績が少し下がってしまった。重たいラセットをつけると動きが遅くなってしまうので、サイクロンビットの機敏な攻撃とは相性は良くなかったようだ。160であれば相性がいいかもしれないと感じたぞ。個人的にはラッシュビットの攻撃力強化版のように感じている。ギアポイントは560で重さを上げたことで自滅回数を0回に抑えつつ、その攻撃力を活かして多くのポイントを獲得することができた。シュート角度やパワーによっても変わってくるので、自分との相性を見てポイントビットとうまく使い分けてほしい。最後にテーパービットだが、ポイントこそ稼ぐことはできなかったが、唯一同時スピンフィニッシュを取ることができた。ドラグーンはロットの体勢を崩しやすい特徴があり、テーパーの最後まで重たい攻撃をし続けるという特徴も相まって、スピン負けしてしまっても、ロットボールもフラフラの状態というケースが多かった。他のビットではサイクロンでも一度かなり惜しいところまで行ったバトルがあったが、ギアポイントとポイントビットでは持久モードでの攻撃力が低いため、体勢を崩しきることはできなかった。みんなのコバルトドラグーンを使ってみた感想もぜひコメントで教えてくれ。ではチャンネル登録、コメントでみんなのリクエストも待ってるぜ。次の動画でまた会おう。アディオス。